あ、江戸末期の方が天井が低くて、ここから少し天井高くなって、はいはいはい。ここから明治初期。こちらから明治初期なんですね。お茶室なんですけど、はい。おはぎもこちらでお願いします。よろしければどうぞ中のぞいてみてください。そうですか。どうぞ。お茶室だったところでございまして、チャーリーチャップリンさん。ここのお話がこの写真でございます。1936年。ノーメイクなので、チャーリーチャップリンさん。僕はないですけどね。今ちょうど座卓の下に色が開いてございまして、その天井に今昼釘があるんですけどもね、今名残が残ってるぐらいなんです。なるほど。急な階段があ、急にね。確かに。なかなか今では見かけない。そうですね。降りるのも怖いくらいです。ねえ、見るのが怖い。この辺りが江戸末期なんですけど、もともと4部屋客室があったんですけど、そちらを取り壊しまして、3、4年前に完成したばかりの共有のスペースです。このお部屋の名前は絹の間と申します。側面が絹を貼ってございまして、あ、木が貼ってあるんですか、こでところどころに螺鈿材をご用意している。こちらは京都秋田山がせびら有名でございます。一本先を。飾ってございますけれども、松氏の一族の方で松下宗麟さんという方の一族の方の増長展という窓際にもですね、切り金細工という細工なんですけど、手作業で金貼って、妹さんがその作家さんだそうでございます。あ、そう。はい、そうなんです。すごい細かい。可愛らしいですよね。ねえ、季節なんですけども、藤が花が。あ、そうですか。あ、本当だ。はい。花が。奥にステンドグラス。黄金のステンドグラス。友達のお部屋がございますので、関係ある書物ですとか、京都にある関係ある書物ですとか、いろいろございます。こちら夜は10時まで、また朝も開いてございます。地ビール。地ビールも。ジュースなどございます。嬉しい。ご利用ください。ありがとうございます。10時までですね。はい、夜は10時までと、また朝も。2箇所ございまして、はい、よろしければ中覗いてみて。あ、じゃあ覗いて。はい、左手のス
ステンドグラスあがですねー、素敵。白川目と言いまして、はい頭の上にお花を乗せるようなあモチーフでございます。浴槽はですね、高野巻の高野巻木を使っておりまして、悠仁親王様のお印が高野巻でございますね。で温泉ではないんですけれども、地下60メーターから水を汲み上げてお湯に入って地下水なんですね。ちょっと雰囲気も違う。はい、こちらはですね、床が木製なんですけれども、ええその上から漆をかけまして、へえ。こう冬までも足が冷たくないようなあ、そうなんです木製でございますね。はい。漆の廊下なんです。わあ、すごい。漆。こちらの宿、ええ川端大祭さんがはいお宿だと思あうんですけど、あ、なるほど。雪国という小説の一節で、この長いトンネルを抜けるとそこは雪国だとはいいう、一部の影響を受けて作った廊下でございますので、あそうなんですか今この辺りちょっと暗がりになってございまして、そちら抜けますと、トンネルのイメージ。トンネルをイメージ。そうですね、うんそちらを抜けますと雪国ではないんですけど、ええここ今に抜けるというストーリーでございああ、なます。るほど。こちらですね、お食事場所、お部屋がこちら、はい、お選びいただいて、柱がないというのがつながってすごいな。ですけどね。ああ、本当だ。はい。どういう構造になってんの？もう桜の季節終わってしまったので、この今、ええ。すごい。こちらですね、野村もみじという種類なんですけれども、春先に濃い紫が新芽でございます、始まりでございまして、今赤くなってますけども、新緑はまた緑に変わります。で、紅葉もまたね、赤に変わりまして、へじゃちょっと面白い。年に2回紅葉するの。そうですね、1階がお食事場所で、2階と3階、客室が7部屋上になってございますね。なるほど。お玄関側は木造でしたけども、こちらはもう鉄筋でごあ、ざいます。敵なんですはね。い、旧館の瓦屋根が見下ろせるようになってございあ、ます。そうです。瓦屋根、ヒイラギ屋の屋根なんですけれども、はい鬼瓦のところに漢字でヒイラギと書いてあある近いところで見えます。はい、見えます、見えます。はいああ。なんかこちら、2代目の新館でございあま、す。そうもともとなんですか。昭和40年頃に1代目の新館が建っておりまして、ええ。そちらを取り壊して今が建ってございます。はでその時に建てた時に、ここに名前があるってことを気づいたそうでございます。あ。63号室。スリッパが履いたままでおすすめ。
冷蔵庫が、はい。このような感じ。こちらははい。無料でございます。フリー。はい。お邪魔でございます。はい。こちら障子がですね、東山を表しています。お風呂の準備ができておりまあ、す。そうですか。ありがとう。失礼します。どうぞおいしいお抹茶を召し上がっていただきます。
はい。あ、なんかそれでエレベーターがございます。エレベーター。はい。ちょっとここが坂になっておりますので、お気をつけていただいて。こちらが話すんだ。ちょうど休館のお部屋を見まして、また開いていただきます。で、こちらが今の廊下左手のドアがお手洗いでございます。あ、お手洗いなんですね。どうぞお始めくださいませ。はいどうもはい、先付けの位置からお始めになっていただきます。兄と小盆でございます。カルオスと申します。油目、アイナメと申します。お椀でございます。しいたけ。イカはこちらのお醤油で、カツオはこのわさび醤油で。はい。フルーツトマトでございます。すいません。穴子のお寿司なんですが、お二人分一緒に入っておりますので、こちらのお皿にお取りいただいて、こちらはハマグリと薄いエンドウ豆のラムでございます。タケノコと今から鯛茶漬けなんですが、この鯛をご飯の上に乗せていただいて、わさびも一緒にで、こちらお二人分のお出汁がございますので、お出汁をですねかけていただきます。
と温かいものをお召し上がりください。ということで、はい、はい、いただきます。一番美味しいところのご飯とおつゆとささがれとだし巻き卵です。だし巻き卵にもちろん大根おろし。はい。ささがれにすだちです。こちらにお二人分ちりめん山椒が入っておりますので、ご飯とご一緒に。はい。タイのお作りで、もう煎り酒のお味がついた明太子とお昆布でございます。しいたけ、ほうれん草でございます。はい。生姜がお薬味でございます。はお抹茶でございます。で最後にこちらがコース仕立ての日本茶5銘柄楽しんでいただけるようなメニューでございます。どれにも和菓子がついてますので、また後ほどお伺いします。ご覧ください。中はこしあんです。でこちらが常用まんじゅうで中は蒸しあんでございます。こちら何でしたっけ？よもぎのかぶたい餅です。これ温度60度ですので、こちらのお湯のみ2つを使って温度を下げていただきます。まずこのお湯を1つのお湯のみに半分まで取っていただきまして、だいたい1分目覚ましをします。その後移し替えていただきまして、さらに1分目覚まししたものを急須に入れてください。中の茶葉は柔らかくなってまして、お味出やすいので、待たずにさっと、はい、出してください。